ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりウプ主です。この動画では、バイオリン弾きのウプ主が、交響曲第5番、運命の解説をします。よろしくお願いします。ちなみに、ウプ主の自己紹介はこちらです。興味のある方は動画を止めてご覧ください。さて、運命は、先ほどの冒頭で有名ですね。そうね。私もこの、じゃ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 ーん、はよく知っているわ。でも、それ以外のことをあまり知らないのよね。この、じゃ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 ーんが有名すぎて、一人歩きしている節がありますよね。でも、この曲はそれだけではなく、ベートーベンの強い意志が込められた、素晴らしい曲なんですよ。ぜひ今日はその凄さを知って帰りたいわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、ベートーベンの人物像を簡単に紹介します。ベートーベンは、1770年から1827年に活躍しました。運命が作られたのは、彼が30代の時、1800年代初頭です。運命を知るには、この辺りの時代背景が、重要になってきます。覚えておくわ。彼はドイツ出身、後にウィーンで暮らしました。西洋の王道。がっしりした作風がとても魅力的です。一方で、性格は気まぐれ、癇癪持ち。気難しいとも言われたそうです。良くも悪くも衝動的だったのね。では、先ほども触れましたが、この曲の重要な時代背景をお話しします。いよいよ本題ね。交響曲第5番、運命の重要な背景は、フランス革命による音楽の変化、です。フランス革命？革命と音楽に一体何の関係があるの？革命は、当時の文化に大きな影響を与えたのです。フランス革命は、1700年後半から1800年前半。まさにベートーベンの時代に起こりました。レイムさん、フランス革命の内容はご存知ですか？確か、市民の反乱によって、絶対王政が打倒されたのよね？その通りです。フランス革命によって、王や貴族が支配する専制政治から、民衆が中心の世界へと変わっていきました。この革命の波はヨーロッパ全土に広がり、ベートーベンの住むウィーンにも影響がありました。ここで大事なのが、革命によって、政治のあり方以外にも変化したものがあることです。文化や、宗教とか？その通りです。今回注目したいのは、音楽の変化です。それまでの音楽は、神や王、貴族のためのものでしたが、革命によって、より民衆や国民性を意識した音楽が書かれました。また、作曲家自身の考え方も変わり、より、自分の思いや意志を音楽に込めるようになりました。後に言う、ロマン派の幕開けです。革命って、色々なものに影響を与えたのね。さて、運命は、この時代の渦中に書かれました。この曲は、先ほどの音楽の変化をよく体現しているのです。一番の特徴は、テーマ性です。ベートーベンは、この曲の全体を通して、暗闇から光明へ、と言われるほどの強いテーマを作りました。激しい葛藤を描いた一楽章。瞑想的な二楽章、苦悩の中を行進する三楽章。これらの楽章で溜まったエネルギーを、四楽章で一気に爆発させているのです。まるで民衆の意志を表現しているかのようね。以前のクラシック音楽では、このようなテーマ性の強い曲はありませんでした。むしろ、貴族のわがままによって、交響曲の楽章をばらして演奏されることさえあったのです。運命は、このテーマの一貫性により、時代の変化による音楽革命の先駆けとなったのです。個人的には、第5番、運命、じゃなくて、第5番、革命、と名付けたいくらいです。ウプ主それはショスタコよー。というわけで、今回のポイントをまとめると、この通りです。人々だけでなく、音楽も自由を求めた時代だったのね。さて、いよいよ曲の中身に入っていきましょう。では、曲の中身を紹介します。待ってました。この曲を支配するのは、やはり、じゃ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 ーん。4つの音です。ここで突然ですが問題です。この4つの音、曲中で何回出てくるでしょうか？何回？勘だけど、50回くらいかしら？1楽章だけで210回です。ちなみに繰り返しを除いてこの回数です。いや多すぎやろ。そう、この曲のすごいところ。じゃ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 ーん、でほぼ1曲を作っているのです。2楽章。
3楽章。4楽章。確かに、全楽章にわたって出てくるわね。あらゆる場面で4つの音をモチーフにしており、曲全体のテーマ性の元となっています。さらに、すべての楽器にこの動機を持たせているのです。この4つの音へのこだわりを知っておくと、音楽の見え方が変わるかもしれません。しかし、なんでベートーベンはこんなに4つの音にこだわったの？それは、今でも議論されています。最近まで、この音のルーツは、運命が扉を叩く音、だと言われていました。あ、その話は聞いたことがある。だからこの曲は、運命って言われているのよね。でもこの話、ほぼ嘘なんですよ。もともと、運命が扉を叩く音、というのは、シンドラーという、ベートーベンの助手の日記に書いてありました。しかしこの助手、自分の解釈の都合が良くなるように、日記を改ざんしまくっていたことが判明したのです。この曲の、運命、という副題も、嘘から派生したものです。副題も嘘なんかい。現在、この4つの音のルーツとして有力なのは、ベートーベンが散歩中に聞いた、鳥の声。あるいは、ベートーベンが幼少期に、父親から受けた暴力の音、とされています。なるほどね。このあたりの想像はお任せします。では、各楽章を紹介しましょう。1楽章。この楽章の一番の聞きどころは、やはり冒頭です。あれ？私初めて知ったけど、最初って、休符があるのね。そうなのです。この曲は、正確には、じゃ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 ーん、ではなく、んじゃ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 ーん、なのです。この8部休符は、緊張感を作るためにとても重要です。指揮者は、8部休符の一振りに全力を込めます。演奏者も、指揮者の、振りの重さ、を受け止めて弾きます。両者のエネルギーの受け渡しのため、指揮を振ってから引き出すまでに時間がかかることもあるのです。生演奏を聞く機会があれば、ぜひこの冒頭に注目してください。2楽章です。美しい音楽。でも、どことない寂しさも感じるわね。中西部の染みるような音域。長調と短調の、揺らぎ。ウプ主はこのメロディーが大好きです。このメロディーは、中盤、終盤にも変奏となって現れます。いろいろな表情を見せてくれるのね。ただ、イメージとは裏腹に難しくもあります。そうなの？音程がデリケートなのと、変奏ではトリッキーな指使いも出てくるんです。ここをいかに綺麗に聴かせられるか、演奏者の腕の見せ所ですね。3、4楽章は、合わせて紹介します。3楽章は、不安げに、でも、意を決して進むような曲調です。ベートーベンは、この楽章で初めて、アタッカ、を使います。アタッカって何？楽章同士の間を、切れ目なく演奏することです。3楽章の最後のエネルギーを、4楽章に流し込むために使われています。実際のアタッカを聞いてみましょう。うわぁ、視界がぶわっと開けたみたい。とても壮大ですよね。この4楽章へと至る道は、先ほどご紹介したように、暗闇から光へ、と呼ばれたりします。大勝利、なんてイメージもありそう。動画だとどうしても味わいに限界があるので、ぜひ実際の演奏で臨場感を体験してみてください。ねえウプ主。バイオリン弾きとしてこの曲はどうなの？一言で言うと、忙しい曲です。弾くところが多いのと、このように音がすごく跳躍するので、正確なポジション移動や機敏さが求められます。あと、先ほども言ったように、2楽章の絶妙な音程感や、陰影のコントラストをつけるのに苦労します。でも、大変な反面、4楽章に到達した時の高揚感は格別です。確かに、聞くだけでもすごいのだから、オーケストラの中にいると、とてつもないエネルギーを感じそう。4楽章の、この手話音と続和音をフォルテシモで弾く気持ちよさ。機会があればぜひ味わってください。というわけで、エンディングです。冒頭の、じゃ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 ーんだけじゃなくて、
こんなに中身が濃い曲だったのね。人間の強い意志を表しているみたいで、まさに音楽の革命のようだった。まだ語り足りないこともありますが、この曲の凄さが伝わったら嬉しいです。それでは解説はここまでとします。他の動画を作った時はまた見ていただけると嬉しいです。今回の詳しい内容はブログにも載せています。よければ概要欄から見ていってください。最後までご視聴、ありがとうございました。